こんにちは、ぴょんです。インドネシア・バリ島にあるカペラウブドに宿泊しました。ウルトララグジュアリーを標榜し、世界中に感動的なホテルを送り続けているカペラグループが2018年にオープンさせたのは、緑深い熱帯雨林のジャングルに囲まれたバリ島ウブドのケリキ地区。1800年代初頭にインドネシアに入植したヨーロッパ人の冒険心から着想を得て、著名なホテルデザイナーであるビル・ベンズリー氏によって手掛けられました。4年に及ぶ建設の間、野生の木を一本も切ることなく完成したこのリゾートでは、大自然の中で綺麗な空気と動物たちの営みを肌に感じながら、心も体も癒すことができます。コンセプトはレインフォレストでのキャンプ。時代設定は1800年代の初頭です。インドネシアの国全体では9割がイスラム教徒だそうですが、バリ島では9割の人々がバリヒンドゥーを信仰しています。はるか昔にインドから伝来したヒンドゥー教がバリ島独自の信仰と融合してできたものです。チェックインはこの目の前のレセプションで行われます。レインフォレストでのキャンプというコンセプトのもと、建物はテントスタイルです。到着するとバリ式の儀式をしてくださり、聖水とお香の煙を浴びて椅子へ案内されます。ウェルカムドリンクはハイビスカスティーにハーブやスパイスの入った濃厚で健康に良さそうな甘酸っぱいジュース。そして一息ついたらウェルカムマッサージと、その場で15分ほどマッサージをしてくださいました。私たちのお部屋は16号室の農家のテントです。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋、お食事、サービス、館内施設の内容などからいくらか予想しながらご覧くださいませ。全23室それぞれのテントに名前がついていて、テーマが異なります。目の前に棚田が広がり、眺望の開けている美しい景色はこのファーマーズテントだけだと教えていただきました。早速お部屋に入っていきましょう。ちなみにお出かけをするときはこれで施錠してくださいね。ようこそ農家のテントへ。自然と人とのつながりを感じる穏やかな空間が広がっています。農家のテントというテーマは、私をより落ち着かせてくれるものでした。無料の大豆スナックとチョコレートクッキー、デキャンタの中はラム酒です。ここにあるスナックとお菓子は有料です。キャンプらしく冷蔵庫はクーラーボックス型になっています。ボックス内の左側にあるワイン類、手前に出ているウイスキーとスピリッツ、ワインセラーの中は有料ですが、ミネラルウォーター、デトックスウォーター、炭酸水、ゼロコーラ、コーラ、スプライト、トニックウォーター、フルーツジュース、バリ島のビンタンビール、これらは無料でいただけます。チェックイン時にキャンプリュックを渡されました。これらはプレゼントでお持ち帰り可能です。中身は地図とキャンプサバイバルキットと書かれたポーチ。こんなにいろいろと用意していただいているとは知らず驚きました。絆創膏とアルコール除菌シート、虫除けアロマの万能薬、アルコール除菌ジェル。日本では見ないカラフルに色付けされた傘が可愛いです。
お部屋の真ん中には天蓋のついたキングベッドが鎮座しています。ベッドサイドにはそれぞれ国際仕様のコンセントが設置されていたり、もちろん冷房も完備ですし、テントといっても完璧な快適さを実現しています。奥へと進むとバスルームですが、その前に左右対称に両サイドとも壁側に何やらかけてあります。こちら、私があまりにも嬉しかったのが1日4着ランドリー無料のサービスです。朝9時までに出すとその日の18時に戻ってきます。カゴバッグの中にはハットが入っていました。サンダルも用意されています。ガウンが随分と可愛らしいデザインです。夜は真っ暗になるので懐中電灯もありました。続いてはバスルームです。一見椅子にしか見えないのですが、こちらはトイレです。景観建築デザインの奇才ビル・ベンズリー氏の世界観により美術館の中にいるようです。ちなみに石鹸の香りはセットされている2種類と箱の中に6種類の合計8種類あり、好きなものを2つ選ぶことができます。引き出しの中にはドライヤーとヘアブラシ、体を洗うタオル、歯ブラシ、シャワーキャップ、コットン、綿棒が入っていました。お部屋の中にいくつかある小窓はすべて開放することが可能です。プライベートの敷地はまだ続いています。自然の中のシャワーもまた素敵。カペラオリジナルのシャンプー類はとても良い香りです。テラスから下の階へ続く階段が伸びています。レインフォレストの壮大な環境の中に現れたのは私たちのプライベートプールです。8月のバリ島の気温は暑くなく寒くなくとてもちょうど良いので、何度もこのパラソルの下でのんびり何も考えずに過ごしました。こちらで過ごした3泊4日で心身が健康になったのは言うまでもありません。リゾート内には様々な楽しみが設けられています。一緒に探検しに行きましょう。熱帯雨林のジャングルに囲まれたオアシス、The Cistern。吊り橋を渡るとそこに現れたのは、ウブドに初めて上水道が通った時の様子をイメージしたというユニークなプール。全長30メートルある大きなプールです。私は日焼けを防止するために夕方日陰になってからプールへ入りましたが、プールのお水は温水ですので心地よく泳げました。かわいいシャワーもあります。プールサイドのビーチベッドは朝から晩まで大人気です。好きな場所を選ぶとスタッフの方がタオルをセットし、冷たいおしぼりとお水、スナックを運んできてくださいました。プールサイドにはもちろん贅沢なひとときを叶えるバーがあります。続いては別のテントへ。オフィサルズテントは人々の集いの場です。広いテントの中にラウンジとしての機能が備わっています。
フルーツ、お菓子、ジュース、コーヒー、紅茶などが用意されており、24時間利用可能です。サービススタッフの方々が非常に優秀で、顔と名前に国籍を完璧に把握し、私たちに会うと日本語で挨拶をしてくださいます。情報共有がきちんとされていて、たまたま遭遇したスタッフの方が私たちの予定を把握しているということが毎回起きるため、それが偶然ではないことが分かりました。このオフィサーズテントで18時から始まるカクテルタイムにはぜひ参加しましょう。カナッペや生ハム、チーズなどのおつまみとカクテルを無料でいただくことができます。カクテルはバーやレストランで提供されているものとメニューがほとんど全く同じで、それが無料だなんてありがたすぎて驚きました。上手にビリヤードをプレイしている外国人のカップルがまたおしゃれなアペリティフタイムに彩りを添えてくれています。セロリとリンゴと生姜をベースにしたグレーンというヘルシーカクテルをいただきました。レセプション棟のキャンプポスト、一角はブティックショップになっています。バリで売られている雑貨やアパレルは心がくすぐられる可愛いデザインのものばかりです。ウブドは芸術の中心地としても知られ、ガムラン音楽やバリ舞踊とともに木彫りや絵画、銀細工、網かごなども有名で、街にはアートギャラリーが多く点在していますし、どこのお土産屋さんでも目にすることができます。ホテルからウブドの市街地まで無料のシャトルバスが1日3本出ています。かわいいバイクも用意されています。続いてのテントはブキコという看板。なるほど、ジムです。例に漏れずジャングルの緑に囲まれたベンズリー様式のカラフルな室内にたくさんの機械が置かれています。カペラウブドでは宿泊者のために毎日日替わりのアクティビティが用意されていて、バリ式のカリグラフィーやお供えのチャナンを作る文化的なクラスから短期集中で効果が出やすいと言われるヒットという高強度インターバルトレーニングやサスペンションを使った負荷の重すぎないトレーニング、美しい農村を眺めながら総支配人と一緒に行くジョギングなど健康のためのプログラムも多彩です。ジムは24時間営業しています。今回予約時の特典で50分のマッサージを2名分サービスでしていただきました。時間になったらレセプションの奥の椅子で健康的なジュースをいただきながらカウンセリングを受け、その後スパのテントへ移動します。お食事や運動、自然に囲まれることやリラクゼーションなど心と体をリフレッシュしバランスを整えることと旅を掛け合わせたウェルネスツーリズムが今世界のスタンダードになっていると感じます。アロマの香りとヒーリング音楽の中で気持ちの良い施術を受け、癒しの時間を過ごすことができました。癒しといえばお部屋の目の前の風景。一定の間隔で刻む農作業の音が心地よくて、ついデイベッドでうとうとしてしまいました。今度は階段を下って渓谷の方へと降りていきましょう。約225段の石段を下っていくと、緑豊かなジャングルのお庭の中に神聖な寺院が現れました。水は心と体を浄化し、邪念を排除したり病気を治してくれると信じられています。
水を浴びて浄化するということはヒンドゥー教でよく見られる儀式で、例えばインドのガンジス川で沐浴をする人々も同様の目的を持っています。道が整えられているためハイキング気分で楽しく歩けました。良い運動になりますし、空気がすがすがしくて気持ちよかったです。カペラウブドには2つのレストランがあります。マツランゲは朝7時から夜23時まで営業するオールデイダイニング。アピジアはディナーのみの営業でおまかせ炭火焼き料理のお店。マツランゲでの朝食、夕食、アピジワでの夕食の順番で全てご紹介いたします。朝食の営業をしているレストランはここマツランゲのみです。他にはお部屋に運んでいただいたり、ピクニックに行くという選択肢もあるようです。まずレストランに入ったら自由に好きな場所を選んで座ります。運が良ければリスにも会えます。メニューはアラカルトです。好きなものを好きなだけいただけます。中央にはブッフェボードがあり、そちらにはおかゆ、シリアル、フルーツ、ヨーグルト、パンが用意されていました。着席するとコーヒーか紅茶とフレッシュジュースの種類を聞かれます。インドネシアは世界有数のコーヒー生産地でレベルが高く、どこでいただいてもとても美味しいです。バリ島滞在中にはたくさんのカフェに行きましたので、この後にお出しする総集編の動画でご紹介いたしますね。カペラウブドには3泊4日し、朝食をいただく機会が3回ありましたので、実際に注文したものをすべてご紹介いたします。こちらのパンのセットは自動的に運ばれてきました。インドネシアで人気のお料理、ナシジャンプルー。ご飯の周りにお惣菜を盛り合わせたプレートです。少しずついろいろなお料理をいただけるのが嬉しいですよね。お米の代わりにカリフラワーを使った低糖質なベジーパッチはトマトサルサ、新玉ねぎ、アボカドが入った野菜たっぷりの一皿。こちらは中華系メニューのポークワンタンスープ。ブッフェボードからお粥を取ってきました。自由に卵料理を注文することもできます。バクソーはミートボールの入ったスープ。私の一番お気に入りのお料理はムルタバッタルー。豚ひき肉とみじん切りのお野菜を卵と小麦粉を合わせた薄めの生地で包んだものです。チリ&ビネガーソースも合います。私は初めてでしたが、中東からアジア圏の様々な国で食べられているお料理のようです。イカンゴレンはお魚を揚げたもの。イカンが魚、ゴレンが揚げる、炒めるという意味です。中華系メニューの中からお野菜のチャーハン。どのお料理も間違いなく日本人が好きな味付けばかりです。せいろでやってきたのは天津のセット。朝も夜もたくさん食べていたのになぜだかわかりませんが、1週間の旅行から帰ったら1キロ痩せていました。
デザートもメニューが充実しています。ハニーコームとメープルシロップがかかったバナナブレッド。こちらはインドネシア料理の黒米を使ったプリン。朝食のメニューが豊富で毎日楽しみでたまりませんでした。リゾート内にある畑ではこの地の伝統野菜やハーブ、スパイスが手作業により有機栽培されています。これらをはじめ放し飼いで健康に育った鶏の卵や新鮮な魚介類などレストランではこだわりの食材が使われています。チェックインしたばかりの初日の夜にマッツランゲでディナーをしました。徐々に変化していく景色が美しい夕暮れ時の時間帯がおすすめです。まずはミネラルウォーターとモクテルを注文しました。インドネシアで定番のピーナッツが入ったおせんべいとパンはこちらから注文せずに運ばれてきます。お料理はアラカルトで4品注文し2名でシェアしました。エビカレーは濃厚な旨味と軽いピリ辛度合いできっと誰もが好きな味付けです。揚げ豆腐とお野菜が入っています。豪華なキャンプナシゴレンは和牛の串焼きと大きなエビが乗ってきました。オーガニックのお野菜ロールはキヌア、アボカド、ピーナッツをケールで巻いたもの。エビやイカなどの魚介が入ったミーゴレン。レストランを出た目の前は中庭になっていて、夜になるとキャンプファイヤーの火が灯り、1800年代のバリを描いた白黒の無声映画が上映されています。ココアを片手にマシュマロを頬張りながら和やかな食後のひとときをお過ごしください。レストランから農家のテントへの帰り道にうさぎさんのお家もあります。お昼間はいつも眠っていますが、夜は高確率で遊べます。帰り道には他のお友達にも会えました。そして農家のテントへ戻ってくると、なんと目の前の水田でホタルが待っているではありませんか。肉眼ではもっとたくさん見えて、水田にも反射してとても綺麗でした。テント内へ戻るとターンダウンと清掃がされ、足湯とハーブティーが用意されていました。お湯を注ぐとオレンジカモミールティーの優しい香りが漂ってきます。お風呂で温まって就寝します。最終日にホテル内のアピジバにてディナーをしました。おまかせ10品の炉端焼きスタイルで日本や中国などのアジアの国々のエッセンスを取り入れ、インドネシア風に表現したお料理を提供されています。ちなみにこちらは明るい時間帯に撮影したレストランの映像です。ランドリーがモチーフになっています。まずはじめにウェルカムスナックとウェルカムドリンクが運ばれてきました。ココナッツウォーターとラベンダーのモクテル、カンパリとウイスキーベースのカクテル、2種類のうち好きな方を選択できます。冷
1品目はインドネシアのロンボク島で水揚げされた牡蠣とルッコラ、シャンパンのソース。2品目は本マグロと卵の黄身の塩漬け、しそ。3品目は茶碗蒸し。ウニと椎茸が入っていてポン酢で味付けされています。4品目はバビグリーンというバリ島でお祝いの日に食べられるお料理。バビは豚、グリーンは回転するという意味で小豚の丸焼きのことです。そういえば朝から時間をかけて炭火で焼かれていました。5品目はラムのサテと6時間煮込んだラムのお出汁。さまざまなスパイスがお出汁に溶け込んでいます。6品目はバリ風のグリーンカレー。非常に完成度の高いお料理でみんな絶賛していました。ノンアルコールカクテルのキャンプファイヤーを注文。7品目は地元産の川エビのナシゴレン。程よいスパイシーさとエビの旨味がマッチしていました。いよいよ終盤、8品目は炭火でスモークされた牛肉のテンダーロイン。キノコとパースニップ2種類のピューレと上には香りの良い黒トリュフ。9品目はタンジェリンのグラニテ、ココナッツとバニラのクリーム。10品目は味噌パフェ、バナナのスポンジに味噌の塩味が効いたクリーム。上に乗っているのはスライスされたバナナで、横にキャラメルソースが添えてあります。プティフールはレモンマドレーヌ、ごまがまぶされたチョコトリュフ、バナナグラノーラバー。そしてフォーチューンクッキーが配られ、最後にご挨拶と特にどのお料理が美味しかったかなどを質問され、ディナーの締めくくりとなりました。レストランを退店する際には可愛いプレゼントまでいただきました。中身はお餅と紙に店名の意味が書いてあります。サンスクリット語でアピは火、ジワは魂という意味。素晴らしいレストランでした。美味しい上に楽しい時間を過ごすことができました。アクセスについてご案内いたします。カペラウブドはインドネシアバリ島のウブド北側にあるケリキ地区に位置しています。バリ島のデンパサール国際空港からカペラウブドまでは 50km。 アクセスは車のみで、道路状況により1時間半から2時間半くらいかかります。3泊以上の宿泊者は空港ホテル間を無料で送迎していただけます。車内にはミネラルウォーターやお菓子、充電器が用意されていて快適でした。それでは料金の発表に参ります。この動画を楽しんでいただけましたら、いいねやコメントをぜひよろしくお願いいたします。世界ベストホテル第1位に輝いたカペラウブド、1泊朝食付き、大人2名の合計金額はおいくらでしょうか？正解は16万5019円でした。次回はバリ島の総集編をお届けいたします。お楽しみに。最後までご覧いただきましてありがとうございました。